今この瞬間、日本向けのタンカーが海峡で足止めされているのだ。原油価格はじりじり上昇中。ガソリン代、電気代、食料品、全部に影響が出てくる話なのだ。今日は世界で起きた5本のニュースを一気にまとめてお届けするのだ。ずんだもん先輩、今日も世界がバタバタしてますね。どこニュースから行くんですか？全部気になります。今日は5本お届けするのだ。1本目はイラン戦争25日目、停戦交渉が完全に空転中。2本目はハルク島、米軍上陸作戦の恐ろしいリスク。3本目は原油急騰で日本家計への直撃計算。4本目は AI ファンドが1200% 急騰した危険な真実。5本目はちょっと癒し系、温暖化と魚の話なのだ。順番に行くのだ。1本目、イラン戦争は今日で25日目を迎えたのだ。ニューヨークタイムズによると、テヘランはアメリカの停戦条件を正式に拒否した。イスラエルはその隙に48時間にわたる攻撃強化を宣言したのだ。停戦なんてどこ吹く風という状況なのだ。停戦条件を拒否したって、イラン側はどんな条件を出してるんですか？単に断っただけじゃないですよね。鋭いのだ。 NYT によると、イラン側は賠償金の支払いとペルシャ湾岸の米軍基地戦撤退を要求しているのだ。一方アメリカは弾道ミサイル開発の停止、核開発の完全廃棄、ホルムズ海峡の即時開通を求めているのだ。この溝、橋を架けるのが不可能なくらい深いのだ。アルゼンチンのアナリストレペットはトランプの態度を幼稚だとまで評したのだ。幼稚はきついですね。でも確かに先に連絡したのは自分だって言い張ったエピソード、私も聞いてて苦笑いでした。それで米軍は実際どれくらい攻撃してるんですか？米中欧軍の発表によると、米軍はすでに1万以上の軍事目標を攻撃したのだ。目標番号1万番目を数時間前に攻撃したとまで発表しているのだ。これは単なる空爆じゃなく、ミサイル生産まで追いついていない規模で消費が進んでいる。ペンタゴンはロッキード、マーティンなどにミサイル生産を戦時体制に移行せよと命令を出したのだ。2本目、ハルク島なのだ。インターファクス通信などの報道によると、アメリカはペルシャ湾北東部に浮かぶハルク島の占領作戦を検討中なのだ。なぜこの島が重要かというと、イランの石油輸出の 90% がこの島を通過するからなのだ。つまりここを制圧すれば、イラン経済への知名度になるという計算なのだ。でも先輩、それって実際に上陸できるんですか？イランが黙ってるとは思えないんですが、相当なリスクがあるんじゃないですか？そこなのだ。 CNN が入手した米情報機関のデータによると、イランはすでに対空ミサイルと追加部隊を島に配備し始めているのだ。島の周囲には機雷が大量に設置され、上陸できる海岸線はどこも地雷だらけなのだ。さらに上陸部隊はイランの弾道ミサイルと無人機の射程距離に完全に入るのだ。米軍内部でも、島を取っても海峡問題は解決しないという慎重論があるのだ。ちょっと整理するのだ。ホルムズ海峡っていうのは、スーパーの入り口の自動ドアみたいなものなのだ。世界の原油タンカーの約 20% がここを通過する。そのドアが閉まったまま、ハルク島はそのドアの電源スイッチに当たるのだ。だから米軍はどうしても欲しい。でもイランが全力で守っているという構図なのだ。さて、この戦争の影響がじわじわと日本の家計を直撃し始めているのだ。次は具体的な金額まで計算してみるのだ。このまま見ていってほしいのだ。ここまでをざっとまとめると、イラン戦争は25日目、停戦条件に大きな溝があって交渉は空転。ハルク島上陸作戦は検討中だがリスクが大きいという状況なのだ。ではここからは、これが日本の僕たちの生活にどう響くか、3本目のニュース、原油急騰の話に入るのだ。3本目、ブルームバーグによると、ホルムズ海峡の封鎖が続く中で原油価格がじわじわ上昇中なのだ。世界のエネルギー危機への懸念が本格化している。日本は原油のほぼ 90% を中東から輸入しているから、他のどの先進国よりも直撃を受けやすい構造なのだ。先輩、具体的にいくら上がるんでしょう？なんとなく、高くなる。わかるんですが、自分の財布でどれくらいの話なのか実感が湧かなくて。計算してみたのだ。例えばガソリンが1リットル15円上昇したとすると、月に50リットル入れる人なら月750円。年間で9000円の出費増なのだ。電気代にも跳ね返る。LNG、液化天然ガスも中東産が多いから、標準家庭で月に500円から800円くらい上がる計算になるのだ。食料品は物流コスト上昇で、じわじわと全体が数%押し上げられる。合計すると年間2万円を超える負担増になりうるのだ。
年間2万円以上。それって給付金1回分より多いじゃないですか。しかも給料が上がってる人ばかりじゃないですし、これは正直怖い話ですね。地方で車がないと生活できない地域はもっと大変ですよね。まさに地方の車社会ほど影響が大きいのだ。月100リットル以上使う地方在住者なら年間1万8000円増になる。これは2019年の消費税増税時の家計負担増と同レベルなのだ。しかも今回はいつ終わるかわからない戦争が原因だから、ずっと続く可能性があるのだ。ちょっと待ってください。先輩、私、思うんですけど、こういう状況って結局、政府が何か手を打たないと個人ではどうしようもなくないですか？ガソリン補助金とか電気代補助とか、また延長するべきだと思うんですよね。先輩はどう思いますか？正直に言うと、僕も補助継続は必要だと思うのだ。ただ同時に、この問題の根っこはホルムズ海峡封鎖。つまり冒頭で話した戦争そのものなのだ。補助金はあくまでも痛み止めであって、病気が治っているわけじゃない。停戦交渉が空転している限り、年間2万円の負担はずっと続くか、むしろ増えていくのだ。4本目、マーケットウォッチが報じた話なのだが、AI と宇宙開発ブームに乗って、ある投資ファンドの価値が1200% 急騰しているのだ。ファンドライズイノベーションファンドというもので、アンソロピックやスペース X など非上場の AI、宇宙企業に投資できるとして個人投資家に人気なのだ。聞いただけでも興奮するような話なのだが、マーケットウォッチは個人投資家は慎重になるべきと警告しているのだ。アンソロピックってチャット GPT に対抗するクロードを作ってる会社ですよね。スペース X もイーロン・マスクの宇宙企業。それに普通の個人が投資できるなら魅力的に見えますけど、何が問題なんですか？問題の核心はバリュエーション、つまり企業価値の評価が非常に高騰していることなのだ。歴史を振り返ると分かりやすいのだが、2000年のドットコムバブルの時もインターネット企業への投資という同じ構図があったのだ。当時も夢のある企業だから高くて当然と個人投資家が殺到したのだが、バブル崩壊で多くの人が大損したのだ。1200% という数字だけで飛びつくのは危険なのだ。さらに言うと、このファンドは非流動性資産が多い。つまり株と違っていつでも売れるわけじゃないのだ。解約制限や手数料が複雑な場合もある。 AI に投資したいという気持ちはわかるのだが、個別企業の研究なしに飛びつくのはルールを知らずにカジノに入るのと同じなのだ。では5本目、少し違う方向のニュースなのだ。ORG の研究報告なのだが、海の中で一番大きな魚を釣ってしまうことが温暖化に対する魚の群れの耐性を下げるという研究結果が発表されたのだ。大きくて年老いた魚は子孫が環境変化に強く、彼らを取り除くと群れ全体が脆弱になるという話なのだ。それって日本の漁業にも影響しますよね。日本は魚を大量に消費する国ですし、大きな魚を狙っているのが普通だと思ってたんですが、逆効果だったってことですか？そうなのだ。研究者たちは大きな魚を残すことが数世代にわたって群れ全体の温暖化への耐性を高めると結論付けているのだ。日本近海でもサンマやカツオの不漁が続いているのだが、乱獲と温暖化が複合的に絡み合っている可能性があるのだ。漁業政策の転換が急がれる話なのだ。では今日の5本を振り返るのだ。イラン戦争は停戦の糸口が見えない。ハルク島上陸作戦は検討中だが大きなリスクがある。原油急騰は日本家計に年間2万円超の負担を生む可能性がある。AI ファンドの1200% 急騰はバブルの匂いがするから個人投資家は冷静に。大きな魚は残した方が魚の群れが強くなる。中東の戦争が終わらない限り、日本の生活コストは上がり続けるのだ。今日の問いを一つ投げかけるのだ。あなたはこの先3ヶ月、エネルギー価格はどうなると思うのだ？上がると思う人も下がると思う人もコメントで教えてほしいのだ。正直、今日のニュースは対岸の火事じゃないってすごく感じました。特に年間2万円増の資産は家計管理してる立場からすると見て見ぬふりできない数字です。私はまだ上がると思います。皆さんはどうですか？今日も最後まで見てくれてありがとうなのだ。このチャンネルでは海外ニュースを毎日わかりやすく深掘り解説しているのだ。チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いするのだ。コメント欄で3ヶ月後の予測、